何か来たかった理由があったの？そのカステラが今まで見たことない形のカステラだった。まず形が？うわー、これを食べに来たんだよね。あ、ここ抜けたらここだね、もう。すごいすごい、やばい、想像以上にすごいかもしれん、ね、すごい。あ、すごい、うわー、すごい。ラコリーナ近江八幡。和菓子の種屋と洋菓子のクラブハリエが手掛ける2015年に誕生したフラッグシップ店です。本当にすごい、緑の楽園だ。ジブリパークにいるみたい。すごい。ここの社長さんは自然とのつながりを大切にする人みたいで、最高のお菓子一つを作るために、自然を大切にしなくちゃいけないよっていうのを伝えてるみたい。なんかそれがこの緑の楽園にもう出てるね。すごい。屋根もあれを手入れしてあって、すごいね。松上のやつ。あ、本当だ。なんかちょっとあるね。ね、かわいい。本当だね。気づかなかったよ。かわいい。本当だ。うん。いいね。あ、かわいい屋根がさ。草で綺麗になってるね。うん。綺麗になってる。水が滴ってて。そう、かわいい。この木のさ、これとか、これ。本当だね。本物の木だ。ね、綺麗。ホームページに、ここのホームページに社長さんが自分でなんかこれをなんか泥をなんか塗ってた写真があって、本物の泥だよ。すごい。木が中に入ってる。あ、本当だ。中に入ってる。本当だね。すごいよ。すごい。今ここだ。ラコリーナ入り口で、最初このバームクーヘンのカフェに行きたい。焼きたてのバームクーヘンがある。あ、そう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 。気になってるところだ。気になってるところ。あとカステラ、今度カステラショップ。本当だ。これ行きたい。そう。あ、まだ新店舗予定地もあるんだね。ねえ。どんどんまだ何作るんだろうね。気になるね。へえ。じゃあまずはこう行ってこっちまで行きましょう。オッケー。こっちはメインショップっていう。これがメインショップ。もう入ってすぐ一番最初のところ。そう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 、メインショップになってるって。お土産とかそうそうそう、ギフトがあるんだね。ここで種屋グループがやってるその和菓子とクラブハリエっていうバームクーヘン屋さんのショップが並んでる。この上のつぶつぶはアリを表してるんだと思う。あ、なんかアリがなんかここのテーマか何かって。そう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 、アリ。独特だね。本当に。でもなんか群がってる間にちょっとうってなるね。集合体恐怖症なのかもしれない。なんかうってなる。そう。怖いね。集まってるってことかわかる？うってなる。もうすごいね。ここはまた後で見て。そう。後で来るとして。バームクーヘンショップ。そう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 。ここも抜けたらすごいんだよ。そう。めちゃくちゃ広くない？本当だ。ああ、すごい。おお、すごい。あ、すごい。すごい。うわあ。すごいね。これ本当だ。ちょうど稲買ったのかな。あ、本当だね。お米も育ててて、お米を売ってるらしい。あ、ここで育てたやつを。本当だね。ちょうど稲刈りが終わったのか作業してるね。作業してるね。そしてすごい。象徴的なジブリみたいな。そうですね。あれが本社になります。あれが本社なんだ。そうです。あれは立ち入り禁止なんです。そうなの？そうなんです。そうなんだ。そう。でもその横にあるちょっと丸いところあるじゃないですか。あそこがバームクーヘンのファクトリーになっています。じゃあまずはバームクーヘン行きますか。バームクーヘン行く。オッケー。ここは何か来たかった理由があったの？あ、そうそうそう。なんか、何年前ぐらいだったかな。3年前くらいにこのラコリーナのお土産をもらって、それカステラだったわけね。そのカステラが今まで見たことない形のカステラだった。まず形が？そうそう、形がなんか自分が
知らないカステラをもらってそうんのカステラをまた食べたらめっちゃ美味しかったの、ふわふわで。それでこれどこで買ったんですかって言ったらラコリーナだよって言ってて、でそのラコリーナにはもっとたくさんいろいろお菓子があるよって行ってみてって言われて、ずっと来たかった3年越しの3年後3年ためだね。食べたねついに来れたって感じだね。そうそして着きましたね。着きました。ここがクラブハリエのバームクーヘンファクトリー。おおなんか1階がうん工場になってて2階がそうなんだ。カフェらしい。へえやってるやってる。こんな感じなんだ。早めに行かないと並ぶかもしれないってことで、そう最初に焼きたてバームクーヘンを食べに行きます。そうそうここでしか食べれないんでしょ、焼きたては。そうだよそうだよ。気になるね、それは。絶対美味しいでしょめちゃくちゃ人気って言ってたから。出来たては出来たての美味しさがあって、焼きたてじゃないやつはそれも美味しさがあるみたい。だからこっちも好きって人もいるみたい。そう、楽しみだね。じゃあどっちも食べようか。確かに違いが楽しみだね、それは。来ましたね。やばい。美味しそう。ミニ以外のメニューなくてこれしかなかったね。うん、結構ミニだ。ね、ミニ一人一ついけるかもね。バームクーヘンミニだ。あ、食べちゃうよ。焼きたてだよ。いただきます。サクサク。サクふわ。サクフワ。サクふわ。うわ、うまっしょ。いくよ。まずはこのまま。もう絶対美味しい。これ10個ぐらいいける。違う、やっぱり。違う。中がふわふわで外がシュガーコーティングされてるから、ちょっとサクッてしてる感じ。シュガーコーティングしてるから、甘すぎる感じするけど、そんなことない。あ、違うの。ちょうどいい甘さ。あったかいのやっぱりでも。ちょっとあったかい。今度生クリームつけて食べちゃう。生クリームありで。生クリームつけなくても美味しい。あ、つけなくても美味しい。つけない方が私好きかもしれない。クリームつけて。いただきます。美味しいでしょ。なんか泡みたいな。そう泡食べてるみたいな、なんか。きめ細やかな。そう。洗顔のめちゃくちゃ優しい。そう。ふわりしたみたいな。甘くない。全然甘くはない。もうほんのりって感じ。だからバームクーヘンとこの生クリームを重ねると、もっと甘くなくなね、ふわんとした感じね。ふわんとした焼きたてって言ってもホットな感じじゃないよね。そう、ちょうどいい。ちょうどなんかふわんって香りが引き立つような感じの。そう。温かさ。めっちゃ美味しい。美味しいねこれ。美味しい。最後の一口。一瞬だったね。早かった。もう下でバームクーヘンを買うことは決まった。普通のバームクーヘンを食べてみたいね。焼きたてじゃないやつ。でもなんか下に売ってる多分バームクーヘンミニサイズのやつも賞味期限はなんか今日までとか。あ、1日とかなんだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。工場見学ができるんだね。そう。ファクトリーに今から行ってきます。すごいね。すごいな。こんな感じで作ってるんだね。さっきいただいたバームクーヘン。だよね。なんか薄い膜をなんかつけて、何かつけてクリックして、薄い膜をちょっとずつこう重ねてる感じ。それを何回も繰り返してるって感じで。そう初めて見たね。この工程すごい。これでできてるんだね。このお菓子も気持ち込めて作ってくれたんだね。一本一本綺麗にああやってかけられていく。本当にだってさ、一本作るのにさ、この生地を作るのに何人の人が関わ
関わってるでしょ。すごいよ。お菓子作りって言ってもたくさんの人が関わってきてくれる。ありがたいね。すごいよね、おお。ねえ、2階から見れるんだね。うん。すごい、こうやって丁寧にやってくれてる。あれシュガーコーティングしてるんじゃない？本当だね。もしかして。シュガーコーティングは手作業じゃん。ね、手作業なのね。ジャーってつけてるわけじゃないんだね。ね、ハケみたいなので。ねシャーってつけて。すごいね、いっぱいえ、やってくれてる。これ1日何本作るんだろうね。ねコーティングしてからカッターで切られてくる。え、そう切ってるすごいね。面白いねえ、切られてそう切られて運ばれて箱に入れられて、それでパッケージかばって袋に入れられてやってるみたい。すごいね。でこれいろんなパッケージがある。パッケージも可愛いね。かわいい。種屋グループの社長さんはお兄さんだけど、その弟さんがクラブハリエの社長さんで、その社長さんが作られた作品百獣のライオンです。信じられない。信じられなさすぎる。そう書かれてても疑ってしまう。疑う、驚愕。すごい。でも確かにね、近くで見たら毛とかめちゃくちゃなんかチョコレートって言われちゃそうかもって思うかも。うん、驚愕です。バームクーヘンだけじゃないね。本当に和菓子のところにも行きたいのに全然1個でも進まないじゃん。進まますってまだ1店舗しか行ってない。2時間ぐらいかけてるかもしれない。本当だ。買ったね。買ってしまったね。うわ、このバームクーヘンのファクトリーで焼きたてのやつ、本日中のまで、そうやつと、あとは普通のやつ、普通のバームクーヘン、あとなんかチョコレートのコーティングされてるやつ、そうそれ買ったから、さっき食べ比べしたいって言ったから、ノーマルなやつ食べ比べ。美味しい。なんかここはシュガーコーティングがこれにくっついてる。一体化してる感じ。食べやすいっていうか、もっと甘く感じる、こっちの方。焼きたてより。ふわふわ。どっちが美味しい？焼きたて。焼きたてが好き。私は。大丈美味しいけどね。今度はね、私がここに来たいって思ったきっかけになったカステラ。夫。ああ、出ました。いやー、一番楽しみにしてたから。行きますか。行きましょう。ここが和菓子ショップ。そう、種屋のね、おカステラがあるところ。来ましたね。来たね。うわー、美味しそう。オムライスセット。数量限定って言ってたね。そう。しかも11時からしか食べれなくて。11時からの数量限定。そう。わー。すごいね。トマトも多分ここで採れたやつ。採れたトマトなんだろうね。贅沢だ。そして見て、これがカステラですよ。焼きたてカステラ。全然カステラに思えないね。これを初めて見て、思ったカステラだよ、これ美味しいから食べてって言われたら、これカステラって思うさ。しかもこれもつけるんだよ、ね。このあこうやってあんここうやってつけたら美味しいさ、絶対。それでもうビビってきたわけさ。これですか。もうこっちに来るしかないって思ってから来たわけよ。あ、食べてもいい？どうぞどうぞ。ね、食べるよ。いただきます。うわ、これなんかあんがすごいね。しかもこのとろっとしてる。そう。
美味しい。こんなオムライス初めて食べた。あ、そう。普通のオムライスじゃない感じ。液体の中に卵が入ったらふにゃふにゃになりそうなイメージあるけど、確かに。しっかりしてる。しっかりしてるし、なんかご飯も普通の白米じゃない。雑穀米みたい全な。国米みたいな。本当だ。新食感というか、新しいでしょ。本当に食べたことない感じの。見た目的にはイタリアン系の味がするのかなとか思ったけど、なんかイタリアンとはまた違う。和風。ここでしか食べれないものかも。本当に。焼きたて食べるよ。これですか。本日のラコリーナのお目当て。そう、一番のお目当てがこれ。うわー、これを食べに来たんだよね。これは焼きたてカステラだよね。焼きたてカステラ。そうそうそう。開きまして。じゃあこれだけまず行ってみようか。わあ、懐かしい。あの時食べた。3年前の。感じの。ずっとふわふわ。なんか空気がめちゃくちゃ含まれてる感全然カステラな感じしないね。じ。シフォンケーキに近い。ケーキやケーキ。でも和風なんだよね。すごいよね。シフォンケーキに近いのに、本当だね。カステラとシフォンケーキの間みたいな。ね。じゃあこれ今度かけてみよう。かけます。たっぷりいくね。食べていい？どら焼き。どら焼き。あんが優しい甘さで美味しいね。どら焼きっていう理由が分かる。邪魔しないよね。邪魔しない。本当に合ってる。どうですか？3年ぶりの。やっぱりなって感じ。やっぱりこれですこの味だ。この味って感じ。もともとあれだもんね。だって種屋の和菓子から発祥して、そこからクラブハリエ洋菓子だもんね。こっちが元祖というか。そうですそうです。種屋がクラブハリエを作った。ラコリーナはお菓子が自然でできてるよっていうのを広めたいっていうのもあるらしい。できたものだけをイメージするけどね。そう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 。だけど本当はこの稲刈りだったり原点からやってってこのお菓子たちが出来上がってる。そう。人とのつながりとか自然とのつながりとか、なんか一つを作るにしてもいろんなつながりがあるんで、一人一人の頑張りで、そうそう分かった上で食べるお菓子と全然また違う味が、まあそれを感じさせてくれるね本当に。そうだよね。食べていいの？全部食べていいの？これ。じゃあもう一回。今からフードコートとギフトショップのところを回ろうと思う。フードコートはご飯食べるところ？なんかご飯とかソフトクリームとかいろんなのがある。このニューエリアの横を抜けて、あ、ここがフードコートですね。こっちが入り口か。そう。あ、ここはいろんなのをこうやって食券で買えるんだね。そう買えるらしい。あ、これでいろいろ ABCD のショップのコンテナにチケットを買って持ってってもらうんだね。イタリアのライスコロッケ。アランチーノ。近江八幡の名物の赤こんにゃくが入ってるらしい。ご飯の中に。赤こんにゃく。赤こんにゃく。あんまり聞かないね。聞かないよね。赤こんにゃく入ってて、それ卵も入ってるし。卵やっぱりいろんなのに使うんだね。スイーツだし。なんかイタリアンっていうかメキシカンって感じ。スパイスが効いてる。スパイス効いてる。どっちかといえばタコスとかタコライスに近いかもしれない。ちょっとパンチ効いてて美味しい。美味しかったね。美味しかった。少し変わったコロッケだったね。こっちはギフトショップだ。ギフトショップか。お土産系だね。そう。あ、中にバスがあるんだけど。バス、あ、本当だ。でか。すごいね。すごい。でっかいね。でっかい。
車庫って感じだね。ここはなんか車の車庫だね。趣味の倉庫って感じの、これいくやつだよね。これ入りながらこの中にバームクーヘンが入ってるらしい。クーゲルバーそう。バームクーヘンキャラメルを包んで香ばしく焼き上げましたって、うん、食べたい。ね、他にも見てみる、他見てみる。シューね。プロさあたらふく食べてたらふく食べて。最後のお土産。メインショップですね。そう。わあ、もうなんか最初に来た時よりさ、すごい賑わってるね、ね、人がもう増えたね。今日平日だよ。ね、平日でこれだってすごいね。種屋さんの、代表するお菓子は福見天秤っていうやつで、福見天秤天秤、そう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 、なんかモナカみたいなやつ。だからそれを買おうかなと。もう目星がついてるんだね。なんかでもいろいろ美味しそうだね。いろいろ美味しそうなのある。そうだ、オリーブあんころ。うわ、何あれ、トロットロで美味しそうだね。美味しそう。社長さんがいろんな国を回って、ここって思ったところのオリーブをあ、使ってるんです。そう使ってて、このオリーブを販売している会社は、ここだけしか輸入させてない。すげえ。そうだから限定だから。ここでしか食べれないんだ。そう。いろいろあるね。最後ね、2階に行って、でね、そう生どら焼き買ってきた。ラコリーの最後の食事ですね。これも限定でしょ。そう、ここ限定。ここだけの。生ドラ。そう。美味しい。もちもちしてる。もちもち、生地が。生クリームの存在感もすごいんだけど、でもあんこの存在感も決してない。なんかちょうどいい感じ。甘すぎなくて、あっさりしててもちもちしてて最高。もう何食べても最高。ラコリーナのスイーツとかご飯はどれも調和し合ってる感じだよね。本当に、なんかどれも強すぎず弱すぎずっていうか、ちょうどいい感じにし合ってるよね。なんか新しさも感じる。なんかアイディアというか創造性が感じる。確かに。すごい美味しいよ。食べて。スイーツからご飯までたらふく食べましたね。いや幸せだったマジで。3年来たかったラコリーナはどうでしたか？なんか作る人の思いとか売る人の思い、なんかその人の思いって出るんだなっていうの分かった。本当だね、情熱がなんか伝わってきたよね。なんか人が集まるところっていうのが分かった気がする、今日。本当だね。店員さんもみんな優しかったし、本当に対応も良かったし、このなんか緑に囲まれてなんか温かみを感じたかもしれない。本当だね。創造性もあったし、なんかずっと驚きっぱなし。こんな感じ、こんなのできるんだみたいな。よかったわ、来てよかったわ。大満足ですね。よかったね。